こんにちは、こま太郎です。前回、超小型 PC 自作第2弾ということで、PC ケース、そして PC パーツの紹介をしたんですけども、しょっぱなからやってしまいましたね。簡単に言えば、偽物をつかまされてしまいました。細かいことは諸事情により割愛させていただきますが、電源として使用する予定だった AC アダプターがですね、日本では使えないということで、いきなり規格を変更することになりました。これが知らないメーカーから買う危険性ってやつですね。身に染みました。で、代わりのですね、AC アダプター探したんですけども、やっぱり 200W 以上となると、むちゃくちゃ高価になったり、もうとにかくですね、探すのが大変ということで、今回ですね、別のものを用意しました。それがこちらになります。こちら、エンハンスというメーカーの Flex ATX という規格の PC 電源になります。PC 電源というと、通常は ATX 規格という大きさのものがほとんどを占めると思います。で、小さいのを選ぶとしても STX っていう電源の規格になるんですけども、今回の使用する PC ケースだとどちらもちょっとでかいんですよね。で、さらに小さいのがこの Flex ATX という規格の電源らしいです。私今回買うの初めてですね。よほど小さい子が好きじゃない限りはこの電源を使うっていう人はあんまりいないでしょうね。で、今回ですね、このエンハンスのメーカー選んだ理由なんですけども、単純に一番容量がでかかったからです。450W あるんですね。Flex ATX はすごい小型なんですけども、難点としてはワット数、容量が少ないんですよね。見た感じ250、300W、350W というのが相場になってます。ですが、このエンハンスは 450W と高いと。で、その割にはですね、価格はですね、電源としては高価な値段なんですけども、Flex ATX の中では別に特別高くはなかったんですよね。しかも電源変換効率も良くて、ゴールド認証になってます。久々に買いましたね、ゴールド認証。いつもはだいたいブロンズ認証買ってますからね。あと、このエンハンスというメーカーは高品質な電源で有名みたいで、簡単には壊れないという安心感もありそうです。では中を開けてみます。なんか余計なものは入っていないというか、混じりっ気がないというか、本体と電源ケーブルと非常にシンプルですね。やっぱ小さいですね。そして軽い。それもそのはず、横幅 40.5mm、奥行き 150mm、そして高さが 81.5mm しかありません。偽物の AC アダプターよりも全然小さいし軽いですね。ちなみに ATX 電源と比較するとこんな感じです。だいたい横で2個分入っちゃいますね。で、幅ももう2個分ぐらいは入ってしまうほど小さいのがわかるかと思います。体積ベースで言うと ATX 電源に対して 73% も小さいんだから驚きです。ただ気になるのが熱ですかね。やっぱ小さいとね、熱問題が発生しやすいじゃないですか。で、しかもこれ Flex ATX なのに 450W と電源容量も大きいので、どうなのかなと。しかもですね、これついている排気ファンだと思うんですけども、それもやっぱり小さいんですよね。これでどこまでうまくいくのか、ちょっと未知数ですね。続いては、ケーブルコネクタの紹介。まずは24ピンですね。で、他には、プリフェラルと、これ久々に見たの。これフロッピーに使う電源だよな。懐かしいですね。これ今多分もう使わないですよね。で、あとは、SATA 電源ですね。SATA 電源が、全部で4つついています。なので、十分ですね。増設にも十分に対応できます。
で、あとは、12V 電源ですね。これ4ピンタイプになってます。まあ前の動画で別に8ピンに対して4ピン挿しても動くってことは分かったので、これで問題ないと思います。さて問題は、この電源をどこに設置するかですよね。まあ外に設置してもいいんですけども、まあ私の心情として、この PC ケース内になんとか収めたいわけですよ。で、見た感じですね。この PC ケースのですね、この下側に置くことができるんじゃないかなと。ただ、懸念点としてですね、こちらのマイクロ ATX を固定するための、このスペーサー部分っていうんですかね。このネジ止めの部分がどうもぶつかりそうだなと思ったので、電源と一緒にですね、こいつを買いました。これは、要は鉄を切るノコギリですね。今までこういうのやったことないんですけども、まあ今後のためにも1個持っといてもいいかなと思って一緒に発注しました。ただですね、奇跡が起こりました。実はですね、これちょっとはめてみるとわかるんですけど、なんとマザボのマウンターの間にすっぽりとちょうどよく収まることができました。多分この PC 電源、この PC ケースに使うために設計されたんでしょうね。PC 電源が無事に収まったのはいいんですけども、当初の企画にあった MSI のこのマイクロ ATX のマザーボード、これはまあ当然使えなくなりました。この PC ケースに対してマイクロ ATX の場合はもうほぼ満杯なので当然使えません。ということで、まあ、せっかくのですね、マイクロ ATX が使えるということで惚れ込んだこの PC ケースなんですけども、諦めましてミニ ITX を使うことにします。で、使うのはこちらの ASRock B450 ゲーミング ITX ですね。以前企画していたファンレス化 PC からちょっと持ってきました。いつも使ってる A320 よりも高級なマザーボードですね。ミニ ITX ならこのような感じでかなり電源に対して余裕がありますね。で、ちゃんと2スロット分確保しているので、これから使う予定のロープロファイル GTX1050Ti も問題なく使えそうです。電源もスムーズに入って万事 OK と思ったら大きなことを見落としてました。PC ケースと電源の間に全然幅がありません。これだと電源ケーブル入らねえじゃねえかという感じですね。電源ケーブルってかなり厚さがあるので、これだと干渉しちゃうんですよね。なので、削るしかなさそうです。で、このマウンター部分をノコギリで切ってしまおうかと。で、電源をずらしてですね、幅を確保するという作戦です。配置的にこれをですね、逆にしてみてやるというのも考えたんですけども、そうするとですね、こちらのコネクタケーブルがマザーボードに届かなかったりとか、まあいろいろ支障があったので、やっぱりこの配置で使うのが良さそうだなと。あとですね、電源を後ろに下げたとしても、まだ問題があって、やっぱり PC ケースに干渉しそうなんですよね。この辺りの部分に干渉を起こしそうなので、まあ、ここもですね、もう削っちゃいます。思い切って。一応 L 字型になってる、コネクタ部分が L 字型になっている電源ケーブルも検討したんですけども、まあ、ネットだとゴールデンウィーク明けになってしまうのと、あとは店舗でも見つからなかったんですよね。12A 125V のケーブルなんですけども、7A しかなかったんですよね。まあなので、もういいかなと。ここまで来たら一気にやっちまおうっていう感じです。まずはこの部分のマザーボードのマウンター切断していきます。ちゃんと削れてますね。
はい、無事に切断が終わりました。ちょっとボコッとしてるんですけども、この辺りはヤスリを使って滑らかにしていきます。心のストレスをすべてぶつけたので案外簡単でした。続いては電源ケーブルの接触ですね。だいたいこの辺りを削ればうまく入るんじゃないかなと。ちょっとざっくりしてますけどね。大丈夫でしょう。で、この辺りをですね、ハンドニブラを使って切断していきます。うまく削れましたね。厚さ大丈夫かよって思ったんですけども、なんとかいけました。あとはこれを繰り返していけばうまく形になるはずです。こんな感じで削り終わりました。このような形に削ったのは私の崇高なる計算の結果ですので突っ込んではいけません。最終的にはこのような形になりました。初めてにしては上々の出来かな。ちゃんと電源本体も入ってますし、後ろ側のコネクタケーブルもちゃんと隙間が入ってますね。いやー、この小さい PC ケースに 450W の電源がちゃんと入ったっていうのがですね、私ロマン感じてます。いいですね。動画では仮組みを進めていますが、今回はこの辺りで失礼したいと思います。次回は実際に PC パーツを組み立てていきます。お前もっと丁寧に削れよって思った方もぜひ高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。ありがとうございました。